今年の夏、北海道に行ったんやが、そこで出会った数々のごちそうの中に、とても印象深い料理があった。今日はそいつを作っていこうと思います。というわけで今日の飯はサーモンのレアカツ。使う物はもちろんこいつだ。アトランティックサーモン。刺身用の柵だ。必ず生食用を使ってください。あとできたら1時間以上前から冷蔵庫から取り出しておき、常温に戻しておくといい。レアカツの中が冷たいのはあんまり好きじゃない。まあ料理自体はぶっちゃけこいつに衣つけてあげるだけなんだが、それだと一瞬で終わっちまうんで、ソースから作っていきましょう。今回ソースは2種類用意する。タルタルソースとポン酢ソース。尺の都合上、今回は一からタルタルを作っていくが、市販のタルタルソースを使っても全然構わん。まずはゆで卵を用意する。このためだけにいちいち卵茹でるのめんどいんで、こういう時はレンチンでやっちまうのが手っ取り早い。このままレンジにかけると爆発するんで、卵は軽く溶いておくか、フォークなどで軽く穴を開けておく。どうせ後でぐちゃぐちゃにしちゃうんで形はどうでもいい。で、ふんわりラップをし、レンジでチン。600ワット1分20秒で OK だ。レンジから取り出したら固まった卵をマッシャーなどで細かく潰していく。どうせ聞かれそうなんで答えておくと、これは無印良品のマッシャーだ。なかったらフォークを使うか包丁で刻んでもいい。現状卵は熱々なんでしばらく放置して冷やしておく。で、玉ねぎを剥く。皮を剥いたらみじん切りに。分量はこれぐらいあれば十分だ。生玉ねぎの辛みやえぐみが苦手な場合は5分ほど水にさらしておく。そうすると辛み成分は抜ける。苦手じゃない場合はそのまま混ぜちゃっても OK だ。中途半端に余った玉ねぎは味噌汁の具材にでもしちゃおう。その間に備え付けのものを用意しておく。まずはキャベセンだ。余っちまったらまた味噌汁に入れときゃいい。何入れてもうまい味噌汁。なんて偉大なんだジャパニーズ味噌スープ。さらにカットレモンを用意する。8分の1カットが2つあればいい。1個は添え物に、もう1丁はタルタルソース用だ。水にさらして5分経った玉ねぎ。こいつをこのまま使うと水気が多くタルタルソースがシャバシャバになるんで、キッチンペーパーやガーゼなどでバシッと絞っておくのがポイントや。刻んだ具材の中にマヨネーズを投入。大さじ4ぐらい。ここに砂糖小さじ半。塩コショウで味を整え、さっきのカットレモンを絞る。市販のレモン汁でもいいし、なかったらお酢でもいい。さらに隠し味にこいつを加える。ニョクマム。ベトナムの魚醤だ。だいたいスーパーのナンプラーの横に置いてある。ナンプラーよりも癖がなく使いやすい。
もちろんなくても全然いいが、隠し味に魚醤を加えると深みのあるタルタルソースになる。特に魚系のフライとの相性は抜群だ。タルタルだけだと飽きるんで、もう一個タレを作っちゃおう。こっちはさっぱり系。ポン酢にごま油、さらに刻みネギを少々。さっぱりネギポンダレの完成だ。よし、あとはこいつを揚げるだけ。重量の 1% ほどの塩コショウを振りかけした味をつける。前もって塩コショウしておくと浸透圧で水分が抜けちゃうんで、衣をつける直前にやるといい。表裏にまんべんなく振りかけなじませる。そしたら白い粉用意。小麦粉をまんべんなくブツにまぶす。しっかり全面にまぶさったら軽くはたいて、卵とパン粉用意。溶き卵にブツを浸してパン粉で衣付け。これ1回だけだと切るときに衣が剥がれやすいんで2度付け推奨。もう一度卵とパン粉にくぐらせる。衣を2度付けしたら優しく押さえつけてなじませる。よし、じゃあこいつを揚げていこう。なるべく油が少なく済むように狭くて深めの鍋を用意する。揚げ物に抵抗があるやつはオイルポットがあれば格段にハードルは下がる。俺が使ってるものは概要欄に載せておく。ちなみに使ってる油は米油。サラダ油よりは値が張るが、サラダ油に比べて酸化しにくく繰り返し使えるんで結局コスパはいい。油が酸化したらこういった凝固剤で固めてゴミ箱に捨てれば OK だ。これは業スーのやつ。つかも最近はおじさんヘルシー志向なんで、もう炒め物も何でも全部米油使ってます。油が温まるまでの間味噌汁を作ろう。本だし、お味噌、油も温まってきたんでそろそろブツを揚げていこう。目安は180度ぐらい。温度チェック入ります。余ったパン粉を落としてじわっと広がるぐらいの感じ。もしくは湿らした菜箸を突っ込んでこれぐらいの勢いで泡が出てくる感じ。時は来た。ブツを投入する。今回作るのはレアカツだ。中には火を通さず表面の衣だけサクッと仕上がればそれでいい。時間にして25秒から30秒ぐらい。ここで失敗は許されない。頭の中で秒数をカウントしながら同時に衣の色もしっかり見ておく。衣が一瞬で黒くなるようだとそれは温度が高すぎる。そうなったらもうすぐに引き上げていい。はい、だいたいこんな感じの色で OK。 余熱でも火が入っていくんで気持ち早めに撤収や。ああ、いいっすね。切るときに衣が剥がれやすいんでよく切れる包丁を使うといい。まあ多少衣が崩れたときは裏返して盛るとごまかせる。器にいい感じにブツを盛ったらそこにソースを添えて完成。サーモンのレアカツ。こいつはエチエチ。
レモンをキュッと絞り、タルタルソースにたっぷり絡ませ一口で頬張る。どう転んでもうまい。外はサクサク、中はしっとりレア。常温に戻った脂の乗ったサーモン。口の中でとろける。まるで A5 ランクのステーキ肉を食ってるような満足感。この食い方は刺身をはるかに凌駕する。この隠し味に魚醤を使ったタルタルソース、サーモンカツにめちゃくちゃ合う。米も酒も進む大人のタルタルソースってとこか。気分を変えてポン酢だれで。柚子の爽やかな酸味が口の中をあっさりリセット。俺はどっちかというとこっちの方が好きかもしれん。やべえ。このサーモンのレアカツは北海道鈴木の確か赤目の親父という変な名前の店で出会った。まあサーモン自体はそんな安い食材ではないが、わざわざ北海道まで行くのも大変だし、店で食うと2000円以上はするんで、そう考えるとこれが家で食えるのはなかなか良い。どのスーパーにもある刺身用の柵で意外と簡単に作れるんで、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。お疲れ様でした。